皆さんこんにちは、かっチャンネルです。どうもどうも。はい、今回はですね DIY で木工、机作りをやっていきたいと思います。はい、というわけでですね、自宅のここ2階の、階段室と廊下になってるんですけど、そこからですね、録画してお送りしております。はい、もともとですね、この家っていうのが1階をですね大工さんに作ってもらって、2階はですね私が自分で、施工しました。内装はで天井とかですね、壁とか床も、全部やったんですけど、無駄に広いこの廊下、どのくらいあるかなってさっき測ったら1.8メートルぐらいあったんですよ、幅が。私身長がですね170センチなんですけど、ここにですね寝転ぶとこんな感じ。はい、このくらいですね、ちょっと余裕があるぐらい広い廊下になってます。無駄にちょっと広いんですけど、勉強机を、この辺からですね、手前ちょっと映ってないですけど、じゃーっと、測ったら4メートルぐらいあります。だいたいですね60センチの4メートルっていう大きな勉強机をここに作っていきたいと思います。以前の動画でですね、このコンセントを増設したものをですね天板の上ぐらいに来るように取り付けたんですけど、まずはですね墨出し作業からやっていきたいと思います。これはですね、天板の上の墨でつけてしまうと、後からですね、墨が見えてしまう可能性があるんで、天板の下の墨をつけていきます。はい、見えにくいんですが、ここ、天板のですね下がここに来て、30ミリの天板がここに入るようになります。ここが、天板下場、でですね、ここに芯材を入れていくんで、雇いざねっていう方法で、やっていきたいと思います。ビスケットの接合みたいな感じだと思ったらいいと思います。でここのですね縦の足のところ、これもですね、芯積みと、その芯材のですね、その雇いざねの墨ですねを、この足元の方も、はい、出ております。これがですね、ここに入れる芯材ですね、ヒノキの、12ミリの角材です。角材をですねこんな感じに、固定していって、雇いざねとして使っていきたいと思います。接着剤併用でですねフィニッシュネイルで留めていっても早いかなと思ったんですけど、今回は、より強度を出すためにですね、下地を探して、ビス打ちもやっていきたいと思います。接着剤木工用ボンドをつけて、これを今から取り付けをしていきます。天板と、袖壁の雇いざねを今取り付けをしました。でさっき言ってたようにですね骨の方にビス打ちをしていくんで、マグネットでですねこうやって骨の位置を探していきます。ここにちょうどあるんで、この下のですねこの骨を打っていきます。はい、こんな感じです。これ一発目見事に下のビスに当たって入りませんでした。ビスよし。
ですね、こういうふうに、板切り出して、加工してですね、溝彫りとかして、塗装までオイルの塗装で、クリアを今塗ってきましたっていうことで、ここに取り付けをしていきます。はい、じゃあですね、ここにボンドをよいしょ。はい、今ですね、奥まで入ったんで、これをピンネイルを使ってですね、留めていきたいと思います。雇い種のところの接着剤を入れていきます。はい。
そういうわけでですね、皆さん、とりあえず完成しました。こんな感じで出来上がっております。階段をですね、上がってきた、階段室というか廊下なんですけど、廊下の、階段側にですね、こういった、集成材のテーブル4メートルあるんですけど、これを設置をしました。ちょっとですね、近くで詳細を見てみましょう。カメラを手持ちにして、はい、こんな感じでですね、先日やった動画、コンセント増設やったんですけど、こんな風にですね、天板の上10センチに芯が来ているという感じで、このですね天板は、色をつけずにですね、あえてオイルステインですね、ステインじゃないんですけどオイルのクリアを塗ってます。非常にですね木が綺麗なんで、この質感を生かしてですね、もう色をつけたらちょっともったいないかなと思って、はい、下もですね、足元もこんな感じで、釘もですね、金具も見えることなく、こんな感じで足元も、綺麗にですね、雇いざねを使って、綺麗に仕上がっております。はい、釘ビス1本も見えません。はい、こんな感じで、はい、とても綺麗です。ちょうど計画してですね、上にも、中白色の照明入れてたんで、こんな感じでちょうど勉強できるようにですね、真上から光が当たっております。ここにですね、プリンターを置いたりとかパソコン置いたりとかですね、子どもたちの、勉強机だけではなく大人も使えるという、こういう作業用ですね、ワークスペースなんですけど、勉強机としても使えるという天板です。この4メートルの集成材ですね、普通の集成材っていうのは、縦横ですね、長さもだいたい20センチぐらいの板とかを継いでですね、いくつも入っている集成材なんですけど、これはですね、横方向の継ぎ目だけで、この縦のラインっていうのはですね、ずーっと奥まで1本でつながっている部材ですね。この部材はですね、集成材、普通のホームセンターとかで買うことはできません。木材屋さんとかでですね、置いているところもかなり少ないんですが、問屋さんとかに問い合わせれば取れるかも分かりません。大和名木さんっていうところで作っているそうです。はい、そこでですね、なんとか探して、取り寄せしてこれを手に入れることができました。はい、そういうわけですね、今回かっチャンネルは、この特殊なですね集成材、4メートルの集成材を使って、こういったですねパソコン作業用噛んでしまいました。パソコン作業用テーブル兼、勉強机ということで、この巨大な机を作ってみました。子供用のですね、既製品を買うのもいいんですけど、後々ですね、大人も長く使えるっていうことで、プリンターを置いたりパソコンを置いたりしたいんで、こんな感じで作ってみました。はい、皆さんもですね興味があって、DIY やりたいっていう方は、ご自分でですねちょっと大和米木さんのこの集成材探してみて、普通の集成材でもいいんですけど、挑戦してみたらいかがでしょうか。皆さんのですね参考になれば幸いです。はい、では最後までご視聴いただきありがとうございます。バイバイ。